んこんにちは、はるかねです。今日はこちら、おびつ製作所から発売されているおびつ11というね、小さな手のひらサイズのお人形のパーカーを針と糸を使って簡単にね、手縫いしていこうと思います。今回使う生地はこちらで、レーヨン 65%、ポリエステル 35% でね、少しストレッチ性のある極薄のね、生地を使っていきます。で、糸はね、この生地にできるだけ近いお色を使って縫っていきます。ではまずね、今回の縫い方についてご説明していきます。で、玉留めはせずにね、スッと抜ける状態で3回縫って留めていきます。1回、2回、3回、これでね、もう抜けなくなります。そしてここからね、2歩進んで1歩戻るを繰り返して縫っていきます。1歩、2歩進んで、でここでね、少し緩めて1歩戻る。そして1歩、2歩進んで緩めて1歩戻る。これを繰り返して縫っていきます。で、終わる時もね、3回繰り返して縫います。1回、2回、3回で切って、こういう形でね、縫っていきます。で、ご覧のようにね、そんなに縫い目綺麗なわけでもないんですけれども、表側からね見たら縫い目なんて全然見えないので、そんなにね縫い目の美しさは気にしなくていいかなと思います。でね、なぜこの縫い方にするかというと、この縫い方だとね、どこで切ってもね、そんなに分解してこないんですよね。ほつれてこないというかね。一歩下がってね、繰り返して縫ったところで止まってしまうので、分解してこないという利点があります。対してね、1回ずつしか縫わない縫い方をしていくと、ぐるぐる縫うね、縫い方をしていくとね、これあんまりよろしくないんですよね。この縫い方だとね、開いた時に縫い目がね、どうしてもね、ちょっと見えてしまうんですよね。わかりますかね。で、さらにこれを切ってみますね。切ると当然ほつれてきますね。なのでちょっとめんどくさいんですけどね、2つ進んで1つ戻るというこちらの縫い方で縫うことをおすすめします。はい、こんな感じで切ってみました。で、今回はね、おびつ11サイズのフードで作っていきます。はい、じゃあまずね、ボディの部分から切っていきます。だいたいね、1センチぐらいのところから真ん中あたりまで山形に切って、で、首穴をね、1センチほど開けます。そしてここからね、5ミリぐらいのところから 1.5 センチぐらいまでを脇ぐりをカットしていきます。こんな感じでね。
えたら肩の部分をね縫っていきます。肩口のところが縫えたら袖を開いて、この表地が上に来る状態でね、これを袖口をこう折ってこう置きます。そしてこの部分をね、切れ端の部分を縫っていきます。こういう風に折ってこう置いて、この部分を縫っていきます。袖口の部分がねこう縫えたら、このボディを開いて、こちらが表側で、こちらがね表側で、中表にこう表と表を合わして、こうねここに袖をくっつけて縫っていきます。で両方ね袖が縫えたら、こう中表に折って、でこのね袖の部分を少し待ち針で留めて固定します。で袖口のね幅を決めていきます。もうこのままねダボっとしたのが好きな方はもうこのまま縫ってもいいかなと思うんですけど、ちょっと太すぎるかなということで 1.5 センチぐらいのところまでカットしていきます。そしたらこっからここまでをね縫っていきます。でね、脇の部分が縫えたら、次ポケットをね端っここういう風に端処理して縫っていきます。ポケットがね縫えたら、次はこのね裾の部分を人形の腰の部分にねこう当てて、だいたいこの腰の長さプラス縫い代5ミリぐらいを考えて切って、よいしょ。でここをね縫って、まず輪っかにします。でこうね縫えたら、この縫い目を少しこう開いて、今縫った縫い目をこう隠すような形で半分に折って輪にします。でこのままねちょっと置いておきます。そしたら一度ねこうやって人形に着せてみて、だいたいこう裾のね長さを合わせていきます。このままね裾をつけてワンピースっぽくしても可愛いかなと思うんですけど、今回はね普通のパーカーということで、ちょっと1センチぐらい切っていこうと思います。で切ったら、先ほどね作ったこの裾の部分を、この縫い目があるところをね後ろ中心にして、こっからここのボディの後ろの中心に来るようにね、こういう風に折った方が中に入るようにこういう風に入れます。
裾がね縫えたらひっくり返していきます。でひっくり返せたらね、もうこれほとんどボディはこれで出来上がりなので、あとねポケット縫うだけなんですけど、ポケットはまあ最後に縫うとして、次フードね、この端を縫っていきます。で縫えたら開いて、こういう風にね少し内側に折り曲げて、ここ端処理していきます。はい、でこんな感じにこちら側を縫って、でこのね端処理も終わったらひっくり返します。でこことねここをねつなげるんですけど、もう全然距離が違うので、まずこちらの穴を広げて、でこちらをここね大きい、縫い目で縫って、こうギャザーを寄せて縮めて、それからくっつけます。こちらね後ろの中心がこっちにあるので、ない方が前になります。で前をね少しこう襟元大きめに開けていきます。で後ろも少しくります。でここにねこっち側からこういう風に縫い付けていきます。はい、で最後にこのねポケットをつけていきます。少しねこう両端を折って、この境目の部分とこういう感じでね両端を折って縫っていきます。はい、こんな感じで完成です。で後ろはねこうなってます。でここにね後ろ中心の縫い目がちょっと見えてますね。でフードねちょっと大きめに見えますけど、多分ウィッグをねかぶせればちょうどいいサイズになるかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらねミシンで作っていただくのが綺麗かなと思いますけれども、手縫いでもね作れなくはないので、よかったらねテレビとか見ながら YouTube とかねドラマを見ながらチクチクと作っていただけたらと思います。あとねこのポケットポケット作らなくって代わりにパソコンでね印刷したアイロンプリントとかを貼り付けても可愛いかなと思います。それではチャンネル登録とお友達へのシェアと、あとグッドボタンぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。